はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。今回は5次元についての解説をいたします。興味のある方は参考にしてみてください。5次元についての解説をいたしますが、5次元もいろいろなレベルがありますので、今回は基礎的な部分の解説をいたします。まずはじめに5次元って言いましてもですね、5次元っていう別の世界があるわけではないですね。今私たちの暮らしている世界と同じ場所、同じ地球です。視点が5次元の見方に変わるということですね。ちなみに次元の意味ですが、ご存知の方も当然いると思いますが、1次元が線ですね。一直線の。で、2次元っていうのが縦横の軸が入った面です。で、3次元っていうのは、その2次元の面に高さの軸が加わった立体ですね。で、4次元は立体の3次元に時間軸が加わった私たちのいる生活している世界ですね。ですから、高い次元は低い次元を含んでいますね。4次元の中には3次元があって、3次元の中には2次元、で、2次元の中には1次元があります。で、当然5次元も4次元を含んでいますね。5次元は全ての軸を含んだものです。時間軸や縦横軸などの軸というのは人間が作った概念で、自然界にはありません。4次元までは軸の世界ですね。で、5次元っていうのは軸を超えた、軸という概念を超えた現実です。いわゆるないけどある、あるけどない。般若心経で言うと色即是空っていうやつですね。で、4次元までは主観の世界になります。つまり人間が意味をつけている、意味をつけて見ている世界ですね。なので、同じ場所にいるけど、4次元から5次元に見方が変わるということですね。4次元から5次元に移行するということは、見方が変わることで、意識も変わるし、現実も変わるし、変えれるようになります。5次元の見方意識になると、自分で作った主観または観念を通さずに現実を見るようになるので、認識能力が上がります。で、時空間もまた主観だっていうことが分かるようになります。過去や未来っていうのは物理的には存在しません。現在に過去と未来が同時にあるということも分かるようになりますね。時空間の枠組みがありません。4次元までの過去、現在、未来などの現実がカチッとして動かせないような感覚があったものが、現実とは実はふわふわした流動的な概念の世界だっていうことが分かって、自分で編集できて、編集してもいいことが分かります。自分の今まで生きてきた頭の中にある人生も自由に編集できます。現在の4次元の世界で生活していても3次元や2次元、1次元が認識できるように5次元の意識になっても4次元が分からなくなるわけではないです。なので今まで通り周りの人たちとも普通に生活はできます。普段生活しているとき私たちは4次元の中にいるような感覚があると思いますが、5次元意識ではその4次元の世界がミニチュアのように小さくなるような感覚になりますね。5次元の意識になると、すべての人間の作ったシステム、価値観、知識、概念の裏側に出るような感覚になります。5次元の世界では自分自身の主観を選んで自分の世界を作れるようになり、自分に合わない価値観を捨てたり無視したり生きれるようになりますね。で、決して周りの人や一般社会を無視して生活するわけじゃなくて、きちんと一般社会に合わせることもできます。他にも5次元の意識になると、いい悪いなどの基準が一つの見方であって、意見に過ぎないことがわかります。自分を責めなくなります。意地悪な人にも振り回されなくなります。今現在、私たちの生きている人間社会という世界は、現在の人の価値観に基づいた一つの見方なんだっていうことが分かって、その現実から意識が抜け出して、自由な感覚を味わうことができます。あと余計な主観を取ることができますので、感覚が冴えてきますね。
で、景色がより綺麗に見れるようになります。最後に5次元の視点に移行する方法ですけれども、いろんな方法があると思いますが、私が行ったのはですね、5次元になるには、瞑想などでですね、主観のエネルギーをですね、一つ一つ体から逃がしていきます。観念のエネルギーですね。で、主観の力を弱くして、どんどん無効化にしていくんですね。主観を無効化していく。そうすることで、徐々に5次元っていうのが分かるようになっていきましたね。以上が私の体験を通して分かった5次元の、ちょっと基礎的な部分ですね。また、新たなことが分かった動画にしていく予定です。よろしければ参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。